ゴールドラッシュの始まり。黄金を求めて。ゴールドラッシュの始まりは、1848年、カリフォルニアで金が発見されたことにあります。このニュースは一夜にして全米を席巻し、数千人もの人々が黄金を求めて西へと向かいました。黄金を求めたのは、単に富を得るためだけではありません。多くの人々にとって、これは新しい人生を始めるチャンスであり、夢を追う旅でした。それは、当時の困難な経済状況からの脱出を意味していたのです。例えば、ジェームス・マーシャルがシエラネバダ山脈で金を発見したとき、彼はただの製材所の監督でした。しかし、その発見が全米に知れ渡り、金を求めてカリフォルニアに殺到する人々が後を絶たなかったのです。だから、ゴールドラッシュは単なる金の発見以上のものであり、アメリカ人の夢と希望、挑戦の象徴となったのです。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。アメリカ西部の開拓。ゴールドラッシュはアメリカ西部の急速な開拓を促進しました。金を求める人々は新しい町を建設し、未開の土地を切り開いていきました。金の発見は西部への大移動を引き起こし、それによって新しい道路、鉄道、通信網が必要とされました。これらは西部の基盤を形成し、後の発展を促しました。サンフランシスコはゴールドラッシュの中心地として急成長しました。人口はわずか数年で数千人から数万人に膨れ上がり、大きな商業都市へと変貌を遂げたのです。したがって、ゴールドラッシュはアメリカ西部の開拓と発展の触媒となり、現代のアメリカ形成に欠かせない要素となったのです。社会と経済の変化。ゴールドラッシュはアメリカの社会と経済に大きな変化をもたらしました。突如として生まれた富は、国の経済構造を変え、多くの人々の生活を一変させたのです。金の発見とそれに伴う人口の増加は、土地、労働市場、産業の構造に影響を与えました。新しいビジネスチャンスが生まれ、アメリカ経済は大きく成長しました。例えば、ゴールドラッシュにより、鉱山業だけでなく、運輸、小売、サービス業などの関連産業が急成長しました。また、金を探す過程で農業や牧、畜業も発展し、地域社会が形成されたのです。ゴールドラッシュはアメリカの経済発展を加速させる重要な要因となり、その後のアメリカの成長と発展の基盤を築いたのです。栄光の時代、新たな街とコミュニティの誕生。ゴールドラッシュの時代は、新たな街やコミュニティの誕生期でした。金を求める人々が集まり、一夜にして街が立ち上がり、コミュニティが形成されました。金を求めて西部に押し寄せた人々は、採掘地周辺に居住するための施設が必要でした。その結果、仮設の宿泊施設から始まり、商業施設、学校、教会などが建設され、完全な街へと発展していったのです。例えば、カリフォルニアのサクラメントやネバダシティのような街は、ゴールドラッシュによって急速に成長しました。これらの街は、最初は採掘地区から始まりましたが、やがて商業や文化の中心地として繁栄しました。ゴールドラッシュはただの金探し以上のもので、アメリカの西部に永続的な街やコミュニティを生み出す力を持っていたのです。富を得た者たちの物語。ゴールドラッシュは、一部の幸運な人々に莫大な富をもたらしました。これらの成功者たちはアメリカ史に名を刻むことになります。多くの炭鉱者たちは手ぶらで帰ったものの、中には大金を手にした者もいました。これらの人々は金探しに成功することでビジネスを拡大し、社会的地位を築いたのです。ジョン・スタッターは金発見の知らせが広まる前にカリフォルニアで成功した商人の一人で、ゴールドラッシュが彼の財産を大きく増やしました。また、リーバイ・ストラウスは金鉱夫向けの頑丈なズボンを製造し、後のリーバイスブランドの基礎を築きました。こうして、ゴールドラッシュは個々の運命を変え、アメリカのビジネス史にも大きな影響を与えたのです。技術革新と発展。ゴールドラッシュは技術革新と産業の発展を促進しました。金を効率的に探すための新技術や方法が次々と生み出されたのです。金を探す過程で、より多くの金をより迅速に探し出すための新しい技術や機械が必要でした。これは工業技術の進歩だけでなく、運輸や通信といった他の産業にも波及しました。
水圧工業や砂金採掘機のような新しい採掘方法が開発されました。これらの技術は効率的な金探しを可能にするだけでなく、後に他の工業分野でも使用されることになりました。ゴールドラッシュはアメリカの工業化を加速させ、技術革新の重要な触媒となったのです。破滅への道、資源の枯渇と経済的影響。ゴールドラッシュの熱狂は金の資源が枯渇するにつれて次第に衰え、多くの人々に経済的な打撃を与えました。当初は豊富だった金の供給も次第に減少し、簡単に金を手に入れることができた時代は終わりを迎えました。これにより、一攫千金を夢見ていた多くの炭鉱者が貧困に陥りました。例えば、1850年代には容易に採掘可能な金はほぼ枯渇し、大規模な機械化された採掘が必要となりました。この過程で、多くの小規模な炭鉱者が市場から締め出され、金探しの夢は終焉を迎えました。したがって、金の枯渇はゴールドラッシュの終わりを告げ、一時的な繁栄の後に経済的な困難をもたらしたのです。法と秩序の欠如。ゴールドラッシュによる急速な人口増加は、法と秩序の欠如をもたらし、多くの地域で混乱と犯罪が増加しました。新しく形成された町では、しばしば法律が整理されておらず、警察や裁判所の不足が問題となりました。これにより、窃盗、暴力、さらには死刑などが頻発しました。例えば、カリフォルニアのゴールドラッシュ期には、無法者の天国と呼ばれるほど、法の支配が及ばない地域が多く存在しました。これは、多くの人々が法的な保護なしに生活し、犯罪にさらされる状況を生み出しました。ゴールドラッシュは、法と秩序の崩壊をもたらし、新しく形成された社会に多大な影響を与えました。先住民との紛争。ゴールドラッシュは、アメリカ先住民との間に深刻な紛争を引き起こし、多くの悲劇を生み出しました。金を求めて西部に押し寄せた人々は、しばしば先住民の土地を侵害しました。これにより、資源の奪い合いや土地の争いが発生し、衝突が頻発しました。カリフォルニアでは、ゴールドラッシュによって数多くの先住民が追い出され、彼らの生活基盤が破壊されました。多くの先住民は、新たな移民との間で生じた衝突によって命を落としました。ゴールドラッシュは、アメリカ先住民の歴史において、悲劇的な章となり、彼らの社会と文化に対する深刻な影響を残したのです。ゴールドラッシュの遺産、現代アメリカへの影響。ゴールドラッシュは過去の出来事ですが、その影響は現代アメリカにも色濃く残っています。経済、文化、社会の各面でその足跡を見ることができるのです。金の発見によって加速された西部の開発は、アメリカ合衆国の拡大と国力の増強に大きく寄与しました。また、多様な文化や人種が集まったことで、アメリカの文化的多様性が形成されたとも言えます。例えば、サンフランシスコはゴールドラッシュの影響で急成長し、今日ではアメリカ有数の国際都市として知られています。また、シリコンバレーとしての発展も、この地域が持つ企業精神と多様性に根ざしています。したがって、ゴールドラッシュは単に過去の黄金探しの時代を超え、現代アメリカの基盤を築く重要な役割を果たしたのです。伝説としてのゴールドラッシュ。ゴールドラッシュは、アメリカ史の中で特に魅力的なエピソードの一つとして、今もなお多くの人々を引きつけています。この時代の物語は、一攫千金の夢、冒険、そして危険といった要素が複雑に絡み合っており、映画、小説、歴史書の中で何度も描かれています。それは人々にとって限りない可能性を象徴するものとなっているのです。ゴールドラッシュを題材にした映画や文学作品は数多くあります。例えば、チャーリー・チャップリンの映画黄金鏡時代は、この時代の苦労と冒険をユーモラスに描き出しています。ゴールドラッシュは、アメリカ文化の一部として、その伝説と物語が今日まで受け継がれているのです。歴史に学ぶ教訓。ゴールドラッシュから学ぶべき教訓は多くあります。これは歴史を通じて、私たちが直面するかもしれない課題に対する洞察を提供しています。ゴールドラッシュは、急速な経済成長がもたらす利益と危険を示しています。また、環境への影響、社会的公正、法の支配といった問題も浮き彫りにしています。例えば、
環境破壊はゴールドラッシュの重大な結果の一つでした。採掘活動は土地を荒廃させ、水質汚染を引き起こしました。これは現代においても、自然資源の開発に際して重要な考慮事項です。ゴールドラッシュは私たちに、短期的な利益追求と長期的な持続可能性のバランスの重要性を教えています。これは、未来の世代に対しても、責任を持つことの大切さを示しているのです。